はい、皆さんこんにちは。精神世界と現実をつなげるドリームタイムの存在とは、太古の時代、天から舞い降りてきた謎の生命体、バイヤミ。彼らの存在を忘れないように、あらゆるところに書き続けてきた謎の先住民族、アボリジナル。今日は少なくとも6万年前ぐらいからオーストラリアにね、住み着いている謎の先住民族について話していきたいと思います。その前になんですけど、皆さん、直木マンの知らない世界公開されましたよね。いかがでしたでしょうか？かなり反響が良くて、すげえ嬉しかった僕は。はい。収録しててね、いや、これはマジでおもろいなって、みんなが肌感覚でね、当時思ってて、うわ、これ早く公開したいなってね、僕ね、うずうずしたので、いざ公開したらみんなから、これ最高に面白かったって、YouTube 史上最高の動画だみたいなコメントがたくさん来て、うわ、やってよかったと思って、で、再生回数もいいし、みんなの反応もいいからね、で、ぜひね、シリーズ化していきたいので、次はね、どんなゲストの方をね、呼んでほしいのか、ぜひ皆さん本当リクエストたくさんください。僕ね、めちゃくちゃそういった人物詳しいわけではないので、オカルト、都市伝説、陰謀論、社会情勢、スピリチュアル、宇宙科学とか、そういったものをね、全般的にフラットに語れるような人がいたら、ぜひね、教えてほしいです。あと、これを見てる著名人の方、私行けます、俺行きたいですっていう人いたら、ぜひ DM メールください。我々は太古の昔からここにいるドリームタイムの時からだ。少なくとも6万5千年前からオーストラリア大陸とその周辺の島にいたとされる先住民族、アボリジナル。日本ではよくアボリジニーって言うじゃないですか。ただよく調べると、それちょっと差別用語としてグレーゾーンらしくて、なので今日はね、正式名称、今では正式となっているアボリジナルと呼びますね。彼らなんとね、地球最古の文化を保持する民族だと言われているんです。それすごいよね。一番昔から地球史上のこの文明の一番昔から今でもね、受け継いでる民族だということなんです。何か絶対持ってるでしょ、やばい知識。アフリカから南アジア各地へと拡散し、オーストラリア大陸にたどり着いたとされています。しかし1770年、イギリスを中心とする西洋人によるオーストラリアの植民地化、またそれに伴うルケイ州によるスポーツハンティングや毒殺といった大量虐殺、また大陸からヨーロッパ人が持ち込んだ伝染病の流行により、その人口は100万人から1920年にはわずか7万人までに減少、1996年には約35万人になっていると言われています。純血のアボリジナルは本当ごくわずかになってしまったんですね。でも彼らはね、どんな秘められた文化を破壊されてしまったのか。そもそも彼らのルーツにも不思議な点があって、一般的にはその人類の発祥はアフリカと言われてるじゃないですか。そっからね、広まったみたいな感じなんだけど、その説には2つがあって、まず今いる人類の祖先はアフリカで原人として誕生し、その後いろんなところに散らばって、そこでホモサピエンスに進化していたっていうね、立ち域進化説。もう一つはアフリカで誕生した原人がそのままアフリカでホモサピエンスと進化して、その後各地に散らばったっていうのがアフリカ単一起源説。どっちもね、人類の起源がアフリカということには変わりがないんだけど、近年では DNA の観点から人類のルーツを探るといった方法がね、進化して、特に DNA に含まれるミトコンドリアの分析で、ホモサピエンスまでアフリカで進化したアフリカ単一起源説が有力になっているのですね。しかし1974年、オーストラリアのレークマン号で約5万6千年から6万8千年前の人骨が発見されて、2001年になってからようやっと技術の進歩でその人骨の DNA からミトコンドリアをね、抽出することに成功して、するとそのレークマン号で発見された人骨は現代人の特徴はあったんですけど、なんと他の地域にいるそのアフリカ起源の原人の DNA とは関連性が見られなかったんですね。要はこの人骨はアフリカ大陸でホモサピエンスまで進化した現代の有力説であるアフリカ単一起源説に当てはまらないということになるんです。その原人がね、アフリカで誕生して、その原人がそのまま海を渡って大陸を渡ってオーストラリアまで来ることができたのかっていう。昔は陸続きという話や氷河期で海が凍り渡れたなんていう話もありますよね。実際人類が移動を始めた10万年から20万年前は氷河期の到来で、その頃人類が追っかけていたマンモスや大型の獲物も各地へ移動しています。なのでもしアフリカから獲物を追って真横へ移動したんだったらオーストラリアにはつけそうですね。ただそうだとしても他の人類との関連性がないまでにオーストラリアという孤立した大陸で独自のホモサピエンス、そして人類へと進化していることについて謎が多いことは事実。すごいよね。だとしたらその古代の歴史がそのまま引き継がれてる感じで、彼らの民族種族だけで引き継がれてる感じで今も生かされていると。ただね、彼らそういった歴史を何かしらその言葉とかを通じて綴っていくじゃないですか。彼らあんま言葉を使わなくて、それは不思議なことに読み書きといった文字は使えないの
で絵を描くことで自分たちの歴史や物語を書き記していました。それなのに彼らの歴史はきちんと引き継がれていってるんです。その一つがアボリジナルが壁画に描いたワンジナ。このワンジナはオーストラリアの北東でしか見られないんですけど、アボリジナル曰く彼らはドリームタイムの時に天の川銀河からやってきたこの世の創造主だというんです。ただ地上での仕事の大きさを見てね、一旦帰国してさらにワンジナを連れてきたそうなんです。いやお前ちょっと大変だからお前らワンジナ来いよ、地球来いよみたいな感じで、地上の世界を作り上げた彼らはある日突然姿を消して地球の水中奥深くに行ったものや天に戻ったものがいたと言われています。見た目はこの通り頭が大きく目が大きい、口はないんですけど、なんかねオーラなのかスーツみたいなのをね周りに羽織ってる感じがありますよね。口がない理由は口があったら強すぎるからだそうです。どういうこと？俺らに対するハンデですかね。なんか意味合いとしては彼らは俺らより超越した存在だから口も必要ないみたいな感じ。彼本当にそのアボリジナルの方がそう言ってるんですよ。でどういうことって感じだけどね。やっぱ俺ら上見るしかないですかね。彼らは俺らより上の存在って捉えるしかないですかね。この上下関係ちょっとやだな俺。あと毎回ねこういった民族の方が古代書き記してきたこの絵を見るとどうしてもグレー宇宙人に見えちゃうじゃん。これはシンプルに彼らが絵心なくて、ポンポンポンってね目口みたいな感じで丸って感じでシンプルに描いたらみんなちょっとグレーっぽく見えるからそうなのか、あるいは本当にそういった特徴があるのか。突如として現れたワンジナはアボリジナルの祖先に英知を授けた。そして人々に生命は尊敬し助け合うことが大切であるという教え、アボリジナルの人々にテレパシーを授けたというんです。このワンジナの絵見てみんな何かに気づくことない？このセカンドチャンネルの深掘り動画でも以前取り上げたんですけど、めちゃくちゃ有名なトルコの口がないギョビクリテベの像ウルファマン。口がない理由としてはさっき言ったように人類より優れた存在だから彼らは口が必要としないみたいな感じで表現していたんだけど、それが本当の理由かわかんないけど、ある一説ではね、彼らはテレパシーとかが使えるからそもそも言葉なんか必要ないみたいな話もありますよね。それどうなのかと思うけど、もしそれだとしたら人類はそういった特別な能力を失って口が必要になっていって言葉が必要になっていって、確かに言葉ってさみんなある種真実から遠ざける一つの要因になったりするんですよね。例えば誰かに愛を伝えるときって、その人のためになることとかさ、その人のとエッチするのか知らんけど、愛を伝えるっていう時には言葉っていうより行動で示す方が合理的じゃないですか。仕事をするんだったら言葉でペチャクチャ俺はね喋るのが仕事だからしょうがないかもしれないけど、ペチャクチャって喋るよりかは手を動かしてね足を動かして何か行動を移すみたいな感じで、言葉ってちょっとその真実から遠ざける一つの要因ではあるよね。もう一つブリスウィンウォーター国立公園の中にもねまた創造主だと言われている存在がいるんです。バイヤミ。このバイヤミはミラボッカの明けの明星からやってきたと伝えられていて、ミラボッカというのはミラが星、ボッカが川、つまりわかりますかね、星と川ってことは天の川、つまり天の川銀河の金星からやってきたというんです。このワンジナもバイヤミもドリームタイムにね地球にやってきて創造したというんですけど、ドリームタイムがねもう掘ってみるとめちゃくちゃ深くて、そのドリームタイムをね説明するためにそのアボリジナルの全土に伝わる神話虹色の蛇というものをちょっと話しますね。アボリジナルの神話ではオーストラリアがまだ大陸として存在していない時、淡く形のない世界から10の精霊が訪れ、その精霊の中には人とそっくりな精霊や動物の精霊、形のない意識だけの精霊などがいて、彼らが人類を生み知性、社会性、信仰する心を与えました。オーストラリアの全てを作り終えた精霊は一匹のレインボーサーペントと呼ばれる、虹色の蛇に変わり、大地の中心に卵を産み落としました。この大きな岩は精霊が生み出したものという認識があるそうです。そしてこれら岩をアボリジナルはウルルと呼び、神聖な場所として崇めているんです。このようにね、この虹色の蛇もドリームタイムに世界を創造したということなんですけど、じゃあこのドリームタイムって何？このドリームタイム、とりあえずいろんな解釈がありまして、ぶっちゃけこのドリームタイムの存在を知っている本当の人っていうのは本当にアボリジナルのなんか先住民族のみたいなね儀式してる人しかわからないと思って、ネットに出回っている情報とか本に書かれてるものもぶっちゃけ全部正しくない気がするんですよね。でその一つでこれおもろいなって俺がね取り上げたものとしては、ドリームタイムっていうのはちょっと間違った解釈で、アボリジナルの言葉そのままで言うとアルチェリンガが正しいそうです。意味は何もない状態から全てそこにある状態、そこから知覚される全てのものが発生するということだそうです。ここからちょっと深い話になっていきますね。みんなのそのスピリチュアルレーダーをオンにしてください。アボリジナルにとってドリームタイムというのは意識の深いところにある変性意識状態のことで、かつてあった全てのものが永遠に刻まれている場所だそうです。変性意識状態というのは目覚めているけど日常的な普段の意識とは異なった
意識にあることですね。みんながなんか学校とかさ、仕事でぼーっとしててエロいこと考えたりとか、なんか変な妄想してる時ってあるじゃない。あれがそうじゃなくて、トランス状態ですね。トランス状態、なんか薬物とか、アヤワスカとかやって、ちょっとトランスでトリップしてるような状態。そこには過去にあったもの、現在あるもの、何一つ失われることはなく、この領域には原点に戻り、儀式や夢を見ることでアクセスができると言われているんです。要は彼らは空間だけではなく、現実と精神世界も境目がないと考えているんです。人間は常に夢の中に存在していると考えていると。なので、アボリジナルにとって過去、現在、未来という概念はなく、これを every when という言葉で表しています。直訳すると いつでもみたいな、概念としては永遠を表しているそうです。そしてアボリジナルの中でも受け継がれている地球の歴史では、この地球の祖先は神とは違った超能力や神秘的な力を持っていて、その中には大地、また岩や木々と一体となったものも存在するというんですね。そのため自然そのものも彼らにとっては自分たちの先祖そのものなんです。アニミズム的な思想ですよね。すべての自然物とかにはこの精霊が宿っているという考え。なので、その人も物も、なんか何でもいいんですよ。考えとかもすべて、意識もすべてにはその精霊が宿っているので、ある意味テレパシーができるっていう意味ではみんな繋がってるっていうこと。すごいですよね、この考え。彼ら6万年前ぐらいからオーストラリアにいる民族ですからね。それを引き継いで今でもね、教訓としているんですよ。今となってはその科学技術の進歩とかで、量子力学とかあるじゃないですか。ちょっとそれに通じるものっていうか、かなり通じるものがあって、これは僕のちょっとぶっ飛んだ解釈も入れますけど、宇宙を構成する情報は決して失われたりね、変化することはない普遍であって、その情報が振動した状態で放送されていて、放送っていうか空中に漂っていて、その揺らめいている無数の海の波のような周波数の中から人間の感覚によって拾われて、意識がそれをね、3次元の世界へと変換して投影している感じ。なので人々は自分の意思でその変異性意識状態にアクセスすることができて、そこには距離も時間の概念もなく自由にすることができると。自分の意識が何かをキャッチして、その電波をキャッチしてね、現実を投影しているという考えです。現代に生きる我々は原初の夢見の中でさらに夢を見ているのだ。アボリジナルは2つの世界を並行して生きている。我々が認識している世界はあくまでも認識であって実相ではない。過去現在未来すべての情報が一箇所に集められた世界が存在していて、我々はそこに到達できる知性を持っていると彼らが実際に語っているんですよ。いやちょっとね、現代の科学者たち、彼らの思想とか考えもっと尊重した方がいいんじゃないですか。いやもちろん何が正しいか分かんないけど、今の科学技術の進歩でね、そのさっき言った量子力学的なことと通じるものがあるじゃないですか。なのでさらにそういったね進歩がしていくと、結局原点の考えに戻るんじゃない俺らって。しかし1770年、イギリス人の探検家ジェームズ・クックはオーストラリアの東海岸をイギリス領だと主張し、アーサー・フィリップ率いる海兵隊が国で犯罪を犯し、流刑になった受刑者を連れ植民地化を宣言。先住民族は文字を持っていない未開とみなし、また白人こそトップだという考えから彼らは迫害されるようになってしまったんです。結果、この植民地化によってオーストラリアに住んでいたアボリジナルの人口は当時に比べ 90% 以上も減少したんです。もちろんそれはね、当時のヨーロッパ人をね攻めたら解決する話ではなく、シンプルにそれがね人類のこの世界の流れだったんでしょうね。ただ今では再びそういったスピリチュアル面を尊重するような時代の流れがまた訪れているので、彼らのそういった考えとかがすげえってね感じ始めている人々が増えているっていう感じ。どうみんなこれアボリジナル、ドリームタイムかなり深いでしょ。アボリジナルの神話を研究している言語学者 R.M.W. ディクソンは、神話の中で語られている詳細とその土地に関する科学的証拠が一致しているという事実を発見しました。例えばアボリジナルの神話ではアサートン高原にあるエチャム湖、バリン湖、ユラムー湖の起源が語られているんですけど、地質学的な調査によってアボリジナルの神話に登場する火山爆発は1万年以上前に起きたということが分かり、またクレーターの底に沈殿していたシルトから花粉化石を採取し、その結果も神話で語られていた火山爆発を裏付ける結果となったんですね。これが事実だとすると、アボリジナルの神話は1万年前に地球上で起きていたことの記録になりうるんです。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。